IT 訴訟やトラブルから読み解く業務設計、システム設計の重要性ということでお届けしていきたいと思っております。大前提としてシステムリプレイスっていうのは多くの企業にとって業務効率化や DX 推進の大きなチャンス。ただですね、プロジェクトの進め方を誤ると訴訟や経営危機に発展するようなリスクを伴うと思ってるんですよね。なので、業務設計、システム設計の不備が原因であるのであれば、私たちフライクができることとしては、業務設計、システム設計っていうのはこういうことをやってますよっていうのをしっかり世の IT を使って利活用したいと思っているような経営者の方や情報システムにこういうふうなアプローチは考えた方がいいんじゃないですかっていうのを理解してもらうことが我々のできること。なので、我々がしているこの3つのポイントっていうのを今日はしっかりお伝えをしていこうかなっていうふうに思っております。まず、ポイントの1つ目。関係する全ての人が納得できるスケジュールで進めることですね。ベンダー側にも納得できるようなスケジュールっていうのはちゃんと提示して、お互いがグリップし合った状態で進めないといけないなっていうふうに思っております。ポイントの2つ目、業務をシステムに合わせるのか、システムを業務に合わせるのかっていうのを方針を明確にすること。おそらくなんですけど、セールスクラウドでやろうと思っていた文化シャッターさんは業務をシステムに合わせることを想定して進んでいたと思うんですよね。ただ結果としてシステムを業務に合わせることになったので9割方システム開発をしなくちゃいけなくなったっていうふうに思っております。ポイント3なんですけど、システム利用のイメージを具体化し、開発の方向性をぶれないようにすることだと思ってるんですよね。システムリプレイスは関係する全ての人が納得スケジュールで進んでますかっていう風なところなんですけど、失敗の多くは現実的でないスケジュール設定から始まる。そしてポイントの2つ目、システムを業務に合わせるのか、業務をシステムに合わせるのかっていうのが、方針は明確に決まってましたか？ポイントの3つ目ですね。システム利用イメージが明確な状態で開発進めていましたかっていう風なところで、失敗事例ではユーザー部門がシステムをどう使うかっていうイメージがないまま開発が進行してしまうっていうケースが多発しているんですよね。不都合な事実なんですけど、セールスフォースの僕提案の仕方が嫌いって何回も言ってるんですけど、開発する時から全ユーザーライセンスを契約するの僕間違えてると思ってます。セールスフォースを契約しなくてもUI、UX とか業務プロセスとかシステムの動作のイメージって Excel でできるんですね。フライクでやってることですよ。なので、大幅なライセンスディスカウントはあるかもしれないんですけど、しっかりユーザー側は業務プロセスとシステムの進め方っていうのを把握した上で契約をしてほしいなっていうふうに僕は個人的に思っております。